今回は18切符の季節なので、東海道線の熱海駅から小田原駅までの駅タグウォーキングをしてみました。約 25.6km の行程となります。熱海駅から小田原駅までは海岸線沿いを歩くような形になります。あまりにも駅間が離れているため、途中根府川駅も早川駅も休憩のために立ち寄りました。では全行程を見ていただければと思います。では熱海駅からスタートになります。まずは熱海駅の駅タグをゲットします。熱海駅のスタンプはお宮の松と温泉がモチーフになってるみたいです。熱海駅の次の駅は7.4km、94分になります。ちょっと次の駅が94分も先ってことなので、ちょっと駅前でゆっくりくつろいでから出発しようと思います。熱海駅を出てしばらくしてからやっと GPS をオンにするのを忘れていたのに気づきました。なので今回はちょっと熱海駅からちょっと離れたとこからの GPS の軌跡が後で紹介されています。途中源頼朝のゆかりの地がありました。ここは北条政子さんが、源頼朝を待ち続けたという伊豆山っていう場所になります。記念碑が立っていましたので、ちょっとしばし見てから進んでいきます。途中熱海温泉の源泉が噴き出す走り湯という場所の入り口を通過していきます。ちょっと別の動画で走り湯の風景は撮らせてもらっていますので、そちらの方を見ていただければと思います。途中赤くきれいに塗られた橋がありました。こういうのがたまにあると結構絵になりますよね。途中見晴らしのいいところを過ぎていきます。ちょっと残念なのは反対側に歩道がないので、道路を挟んでみるような感じになるところです。湯河原駅の階段が見えてきました。結構階段の段数が多いですね。登れるでしょうか。ちょっとやってみましょう。なんとか登りきって湯河原駅に到着しました。湯河原駅の駅スタンプの台を発見しました。ポスターの中にきれいに収まっています。湯河原駅のスタンプをゲットしました。ゲットできてましたね。公園と梅林がモチーフになってるみたいです。次の駅までは 3.7km 約47分になります。では出発しましょう。途中雨が降り出してきました。駅タグハイキングのいいところは普通の道なので、雨が降っていても崖に落ちてしまうとかそういうことがないところがいいですよね。真鶴駅に到着しました。ちょっと駅タグが見つからず迷っていましたが、ちょうど出口のところにありました。真鶴駅の駅タグをゲットしました。三石海岸と鮮魚がモチーフになってるみたいです。駅タグ上、次の駅は小田原になっていますが、小田原の場合 13.5km 165分なので、その手前にある根府川という駅に向かいます。そこは 7.6km なので1時間ちょいという感じになります。真鶴駅をできたところで東海道線とすれ違うことができました。ナビタイムの地図に従っていくと、この先の道路が今車通ったところを曲がっていって、さらにまたヘアピンのように坂を下っていくというふうにありました。ちょっと坂を戻ってくるようなヘアピン行くのもつまんないなと思ったので、ちょっと脇道で行けるルートがないかを調べて降りてみました。左側じゃなかった道を行ってみたら山登りでした。そうですね、地図で見たらここちょっと山があるなとは思ってたんですけど、まさかこの山を登る羽目になるとは思っていませんでした。歩道のない
下り道を降りていきます。結構車通りが激しいので歩道がないところをギリギリを歩きながら車に注意しながら降りていっています。小田原市の看板が見えてきました。ここから先は小田原市になるみたいです。今回は高台のところを歩くことをしてしまったんですが、景色がよく見えるところは良かったです。トコナビに従っていくと途中狭い道に入ってきました。ちょっと心配ですよね。だけど道路沿いで行くとかなりヘアピンカーブを進まなきゃいけないのでチャレンジして進んでいきます。山道を下っていくとあれなんかあるなと思ったら新幹線ですね。新幹線の線路が見えてきました。ちょっとしばらく待っていると新幹線が通過してきますね。早いですね。あっという間に16両が過ぎていきます。新幹線が通った後に在来線の通るところを見てみるとなんかすごいゆっくりとことこと進んでいるのが見えてきます。15両で長いんですけど新幹線ってあっという間だったところが在来線だと結構時間かかっています。トンネルから出てくるところもちょうど見えたので見てみます。根府川駅に到着しました。残念ながら根府川駅には駅タグがないのでちょっと休憩して次の駅に進みます。次の駅は 6.6 キロ先81分なんでちょっと直接小田原駅に行くのをやめて隣の早川駅に向かうことにしました。では根府川駅を出発して次の早川駅に向かいます。早川駅に向かうルートなんですけれどもちょっとかなり草が迫ってきちゃってるので歩道がほとんどない状態です。そこを進んでいきます。進んでいくとすごい海がきれいに見える場所にたどり着くことができました。途中海側に歩道があったので海側の歩道に近寄って歩いてみると結構迫力のある海の海岸ですね。それを見ることができました。かなり海辺の方を向かってその道を歩いていきます。結構車の方はバイパスみたいのがあるので通りやすそうですけど歩いていく人が通れないので歩いていく人は旧道を歩くような感じになります。さすがに暑さと歩き詰めだったのでカフェがあったので休憩します。カフェによって小田原みかんサイダーとアイスコーヒーをいただいてゆっくりくつろぎます。ここは海が見えるのでとてもくつろぎながら休むことができます。完全にくつろいでいますね。さて出発します。早川駅が見えてきました。こじんまりしている駅ですね。ただここも行きたくがないのでちょっと休憩して先に進みます。最後の小田原駅までは 2.3 キロ約30分になります。早川を渡って小田原城の方に向かって歩いていきます。ふと振り返ると小田原城がありました。いつの間にか過ぎてました。とうとう小田原駅の駅前のショッピング街にやってきました。小田原駅が見えてきました。小田原駅のスタンプ台を発見しました。小田原駅の駅タグをゲットしました。小田原駅は小田原城がモチーフになっています。でスタンプ台も小田原っていう木の、屋根みたいなのができててかっこいいですね。今回は熱海から小田原駅まで歩いてみました。熱海の駅前の海水浴場がにぎわっていたのですごいとっても暑い日でした。なので結構暑さに耐えながら歩いていたので途中カフェに寄るまではかなりもうあれですね、体が熱い状態になっていました。皆さんも熱中症には気をつけた方がいいと思います。今回はあれですね、飲み物とかも全部凍らせて背負って持っていくっていうような形をとったので結構涼しかったんですけれども、それでも体中熱くてどうしようもならなくて、ドライブインみたいなカフェに寄って休憩をしました。
東海道線の熱海から小田原の間は駅間が広くて、結構苦労しましたね。3キロ4キロ当たり前っていうような感じだったので、ちょっと30分40分下手すると1時間超えっていうところがあったので、ちょっと気合を入れていかないとちょっと大変です。ちょっと途中根府川駅と早川駅に駅タグがないっていうところがちょっと残念でした。でも結局駅に寄ったので、各駅で駅の風景とか見れたのはとても楽しかったです。ぜひちょっと駅タグが置かれるのを楽しみに待っています。駅タグが置かれたらちょっとチャレンジしたくはないんですけど、取りに行きたいと思っています。今回は18切符の季節だったので、ちょっと遠出をしてちょっと遠いところから東海道線を攻めていっています。ちょっと期間内に東海道線の遠いところをですね、ちょっと制覇しようと思っています。いかがでしたか？興味がありましたら、いいね、チャンネル登録をしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。